はい、セリカさんです。今回は100均のセリアで購入できるガンプラを飾るのに使える商品を紹介します。少し加工してより使い勝手を良くしていくので、その作業の解説も行います。今回の商品は賃貸済みで引っ越しがある人なら気軽に捨てて荷物にならないので特におすすめです。それでは紹介していきます。最初にミラー風タイルシールとプラ板を使って台座を作ります。タイルシールはシルバーとゴールドの2種類があるので気に入った方を購入してください。今回は見た目の参考のために両方で台座を作ります。中身は六角形のタイルが3枚入っています。正面には保護シートが貼ってあるため傷つきにくいですが、乱暴に扱うと傷つくため注意してください。後で紹介しますが、裏面はシールになっているので簡単に接着できます。次にプラ板ですが、ホワイトのプラ板が3枚入っています。板厚は 0.5mm と 1mm が販売されていて、今回は加工しやすい 0.5mm を買いました。このプラ板にタイルシールを貼っていきます。タイルシールの裏面を剥がせば接着面が出てくるので、そのままプラ板に貼り付けます。今回は無難な感じに貼っていますが、飾りたいガンプラの大きさに合わせて位置決めしてください。貼り終わったらプラ板の余分な部分を切っていきます。映像ではデザインナイフで作業してますが、滑って表面を傷つけてしまうかもしれないので、ハサミで作業した方が安全です。自分はそれをやってしまったので、ゴールドのタイルはハサミで切りました。余分な部分を切り終わったらタイル表面の保護シートを剥がして完成です。表面は鏡のようになっているので、直接触って指紋とかつけないように気をつけてください。さっきも注意しましたが、デザインナイフで傷をつけるとこんな傷が残ります。100円なのでそこまで気にならないのが救いですね。あとはこの上にガンプラを置くだけで、これだけでも普通に飾るより見栄えが良くなります。タイル3枚だとハイグレードかリアルグレードのガンプラが限界ですが、6枚あれば大抵マスターグレードのガンプラは飾れます。下をミラーにすることで普段は見えない箇所も見えるので、細部まで塗装している人にはおすすめです。次はディスプレイケースとミラー風シートを組み合わせながら紹介します。これを見てやることの想像がつく方もいそうですが、一応作業の流れは解説します。先にディスプレイケース単体がどんなものなのか確認します。中身は台座とそれを覆うための囲いが入っています。囲いは折りたたまれているので自分で形状を整えますが、畳まれた癖が強く残っているので、しっかり曲げないと台座にうまく入らないです。形状を整えたら台座の上にかぶせてガンプラを上から入れます。マスターグレードの F90 ぐらいがちょうどいい大きさだったので、大きい武装などがあるガンプラだと入らない可能性があります。ポージングして入れることはほぼ無理なので、立ち姿で飾ることになります。ハイグレードのガンダムも入れてみましたが、ちょっと寂しい見た目になってしまいますね。ただハイグレードなら周囲に少し余裕があるので、大きめの武装があるガンプラでも入るかもしれません。次はミラー風シートを背面に貼っていきます。この商品は先ほど紹介したタイルが1枚の薄い板になったものだと思ってください。これにも表面には保護シートが貼ってありますが、あまり過信しないで気をつけて扱いましょう。ミラーシートはこのままでは大きくて囲いの中に入らないので加工します。囲いの内寸に合わせて加工するので、定規で長さを測りながら線を引きます。微調整は後でやるので、それなりの線を引けば大丈夫です。線を引けたらあとはハサミで切っていきます。タイルの時も注意しましたが、デザインナイフやカッターでやると滑って傷をつけるかもしれないので使わない方がいいです。ミラーシートの形状や大きさ的にもハサミでやった方が安全でやりやすいです。切り終わったらディスプレイケースの囲いの中に入れて大きさを確認します。囲いに干渉していたらハサミで切って微調整します。それを繰り返してちょうどいい大きさになったらミラーシートを接着していきます。接着はマスキングテープを丸めて両面テープのようにしたものをシートの角に貼り付けます。セロハンテープなど同じようなものなら代用できます。ちゃんとした両面テープを使ってもいいのですが、剥がすことがあるかもしれないので簡単にできるマスキングテープを使いました。あとはディスプレイケースの囲いにミラーシートを貼ってから保護シートを剥がして作業終了です。保護シートを先に剥がしているとミラーシートを貼り付ける時に指紋がついてしまうので、最後に剥がすようにしましょう。あとはガンプラを上から入れて上の蓋をして完成です。これでよくある背面ミラー式のディスプレイケースになりました。上の蓋はしっかり閉まらないので、隙間をセロハンテープなどで塞いだ方がホコリが入りにくくなります。ちゃんとしたディスプレイケースに比べたら問題があるかもしれませんが、200円で作れるのでおすすめです。次に連結ディスプレイベースを紹介します。これは格納庫を再現した台座で、これだけのものでも100円で購入できます。複数購入して連結させることでいろいろなパターンでガンプラを飾ることができます。中身は部品がバラバラに入っているので組み立てます。組み立て方はパッケージの裏に書いてありますが、パーツ数は多くないので写真を見ながらでも簡単に組み立てられます。組み立てるとこのような見た目になります。モールドなどそれっぽく入っていて、本当に格納庫の一部のような印象を受けました。ただディスプレイベース1個だけだと
とハイグレードのガンプラを置くのが限界でした。横の柱とかは外せるので、いらないなら柱を外してスペースを確保してもいいですね。ディスプレイベースは2個購入したので横に連結させてみます。連結方法はパーツに爪があるので、それを引っ掛けて連結させるだけです。今回は2個だけですが、複数購入すればいくらでも大きくできます。横に2個組み合わせるとマスターグレードドムぐらいなら置けるようになります。奥行きは変わらないので、大きい武装が背中にあるとガンプラによっては置きにくいです。せっかくの格納庫なので、横の柱に引っ掛けたりすれば見た目的にも良くなりそうですね。このままでも十分に使えますが、プラスチック感はあるのでトップコートの艶消しを吹きかけます。100円の商品なのでトップコートスプレーのいい練習になります。何か練習用のプラモを探している方がいたらこれで練習するのもいいと思います。トップコートが乾燥したらウェザリングマスターで少し汚れをつけます。ちょっとだけ汚れた格納庫っぽくしたかったので軽くやりました。いろいろな塗装の練習にもちょうどいいので、所詮100円だと思って気軽にチャレンジしてみましょう。左が汚したディスプレイベースで、右がトップコートだけのディスプレイベースです。がっつり汚していないのであまり目立たないですが、これだけでもいろいろと遊べるので面白いです。他にも細かく塗装したりなど好きなように遊べるので、気になったら購入してください。最後にセリアで購入できる開いた2枚と3本入り角材を使用してガンプラを飾る棚を自作します。映像の木材以外にもいろいろと売っているので、自分なりの棚を自作することができます。作り方ですが、角材が3本しか入っていないため、切断して柱の数を増やします。角材を半分に切断するので、だいたい半分のところに線を引いておきます。目印をつけたらノコギリで切断します。ノコギリも100均で売っているので買っておくと便利です。もし加工が面倒な人や長さが必要な人は、もう1個角材を購入すれば切断しなくてもいいので、それぞれの目的に応じて購入してください。切断が終わったら使えそうな角材を4つ選んで長さを確認します。よほどうまくいかないとほぼズレがあるので、ヤスリなどで微調整して柱を同じ長さにします。ノコギリで切った面も斜めになっていたりするので、ヤスリで平面にしておきましょう。柱に使わない角材が2つ余っているはずなので、そのうち1つを半分に切断します。これは補強用として使うので、だいたい半分に切断するだけでいいです。加工が終わったら接着していきます。接着には100均で売っている木工用ボンドを使うので、新聞紙などで床を保護しておいた方がいいです。接着の順番は最初に開いた同士をつけるので、側面にボンドを塗ります。ピントが合ってなくて申し訳ないですが、開いた同士を横からしっかり押して密着させます。次に柱を開いたの4箇所の角に設置します。柱の先端にボンドをたっぷり塗ってしっかり密着させます。なるべく垂直になるようにした方がいいですが、おそらく難しいのである程度は妥協しても大丈夫です。柱を接着したら最後に補強用の木材を開いたの中心に接着します。これを貼らないと開いた同士がしっかり固定されないのですぐに分解します。なのでボンドを多めに塗ってしっかり上から押して接着させましょう。ここまで終わったら木工用ボンドがしっかり接着するように1日乾燥させます。1日乾燥させたらしっかり固定されているか確認します。軽く振ったりしても大丈夫そうなら完成です。ここで分解してしまうようならもう一度ボンドで接着してください。その時はヤスリなどで接着面をきれいにした方が接着力が高まります。ここから自作した棚の重ね方を解説します。棚を重ねる時は耐震用の両面テープを使って棚を重ねていきます。これも100均で売っているので持ってない人は購入しておきましょう。両面テープを2センチ角の大きさぐらいに切って開いたの4つの角に貼り付けます。あとはそこに合わせて自作した棚を重ねるだけです。柱の位置が微妙にずれたりすると思いますが、両面テープの上に乗っていればごまかしてくれるので大丈夫です。自作なので見た目は雑ですが、引っ越しの時に簡単に処分できるのが大きなメリットです。棚にはそのままガンプラを飾るなり、今回紹介した台座を使うなり、自分好みにアレンジしてください。今回は100均の木材を使用したのですが、ホームセンターでは廃材が格安で売っていたりするので、それを使えばさらに安く自作することもできます。これまで紹介したものは一例なので、自分なりのアレンジを考えて使ってください。ここまで見てくれてありがとうございました。今回は100均製品の紹介でしたが、普段はクリアカラーガンプラをメインに色々な実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。